今日はクルトガアドバンスのノーマルとアップグレードモデルの比較をしていこうと思います。2ヶ月前に発売されたばかりのアップグレードモデルは2017年から販売されていたノーマルモデルからどんなところがアップグレードされたのかというのも見ていきます。こちらの2つのモデルはどちらも本当にデザインがかっこいいなと思っていて、センスのいい最近のユニっていう感じですよね。徹底的に比較をしていくので動画自体が結構長くなってしまうと思うので、先に結論から言います。この2つのペンのどちらをおすすめするかといったら、自分はアップグレードモデルですね。デザインが本当にかっこいいですし、何よりも低重心設計となっているペンなので本当に書きやすくてガシガシと書くことができます。アップグレードモデルは、自分の中ではクルトガの最高傑作だと思うぐらい素晴らしいシャープペンなので、使ったことがない方は最後まで見ていただければと思います。結論から申し上げたところで、結論に至った理由について詳しく解説をしていきます。まずはクルトガアドバンスについて、どういうところが普通のクルトガと比べてアドバンスなのかっていうのを解説をしていきます。アドバンスっていうのは促進するとか早めるという意味があるんですけれども、その名の通り従来のクルトガの2倍の速さで回転させることによってより細かい細い線を描けるといったモデルとなっています。昔からあった普通のクルトガは40画描くと芯が1回転する仕様だったんですけれども、アドバンスは20画で2周するので体感としてはかなり速く感じます。アドバンスはだいたい漢字を 2,3 文字書くだけで芯が一周してくれるので本当に一瞬ですよね。ですが正直普通のクルトガでも十分な速さだと思いますし、回転の速度が速いっていうことはクルトガエンジンの溝の大きさがそれだけ大きいということなので、ペンの軸方向の上下の片付きは左側のアドバンスの方が大きいなと感じてしまいます。なのでアドバンスという言葉からしたら矛盾なんですけれども、回転速度が2倍にならないモデルが出てほしいなと思ってしまいます。あとはアドバンスは芯を出さずに書くという、クルトガのパイプスライドモデルの技術を用いた最近流行りのパイプと芯が折れないシャープペンとなっています。書いていてもスライドパイプの引っかかりっていうのは全然感じないですね。アドバンスについて説明をしたので、続いては2つのペンを比較していこうと思います。まずは値段についてですが、ノーマルの方は550円プラス消費税、アップグレードは1000円プラス消費税となっています。2倍弱の価格の差がありまして、アップグレードモデルは相当こだわってるなっていうのがそこから分かりますよね。続いてはデザインの方を見ていきましょう。こちらのノーマルモデルは限定色のダークオリーブで、アップグレードモデルはガンメタリックで、どちらも結構ラメの入った金属感が感じられるカラーとなっています。アドバンスのノーマルは一言で言うとおしゃれなのに対して、アップグレードモデルはかっこいいという言葉が似合っていると思っていて、デザインの方向性がそれぞれ違うかなといった印象です。ですがそれぞれのパーツには互換性がありまして、例えば口金だったりキャップとクリップも塗装は違いますが同じ部品を使っていると思います。ちょっと着せ替えてみました。ノーマルの方はかっこよくなったと思うんですけれども、アップグレードの方はいまいちですね。内部のクルトガエンジンも色はちょっと違いますが同じ型で作られているんじゃないかなと思います。アドバンスは口金がどちらも金属で作られていて、アップグレードモデルはさらにグリップも金属となっています。アップグレードのグリップは結構珍しいパンチンググリップが採用されていまして、中のクルトガエンジンが少しだけ透けて見えるという男心をくすぐるデザインとなっています。パンチンググリップって言っていいのかわからないんですけれども、他にはさくらのアーキのバージョン Y というのを持っています。こちらは廃盤のペンですね。こちらのペンをデザインした人が非常に有名なレーシングカーデザイナーの由良拓也さんでして、車のエンジンを冷やすためのグリルをイメージして作られたグリップなんじゃないかなと思うんですけれども、こちらはしっかりとクルトガエンジンが中に入っているので、由良拓也さんもびっくりなシャープペンなんじゃないかなと思います。
ローレット加工ではなく、あえてパンチンググリップにすることによってホコリが間に挟まりにくいですし、ローレットのグリップよりかは手に優しい形状となっているんじゃないかなと思います。上のガンメタリックの部分は樹脂でできているんですけれども、パーティングラインが見えるっていうところ以外は金属のグリップのガンメタリックとかなり質感が似ているので、材質の違いで質感が不自然に見えるといったところはないですね。クルトガアドバンスは全体的にかなり統一感があって、口金のところまで曲線的な形状となっています。口金が曲線的な形状のクルトガってこれまでなかったかなといった感じで、パッと見でクルトガとは思いませんよね。まとめると、アップグレードは男心をくすぐるかっこよさ、そしてノーマルモデルはおしゃれさのあるかっこよさといった感じですね。自分はアップグレードモデルのパンチンググリップが大好きなので、デザインという観点から見るとアップグレードモデルの方が優れているかなと思います。次は持ちやすさについて見ていこうと思います。ノーマルモデルは円柱のようなほぼ直線的な形状の軸となっているのに対して、アップグレードモデルはグリップの部分がボコッと膨らんだ形状となっています。でも結局はボコッと膨らんだ形状のグリップも手に触れる部分はボコッとなったところだけなので、ボコッとなった形状だから持ちやすいということはないですね。ただ上の軸を細くしてグリップを太くしているということで、重心をかなり低重心にすることができています。それによって筆記性能が上がるという恩恵があるといった感じですね。ノーマルモデルは樹脂グリップで、わずかに起伏がある形状なので、持ってみると少し柔らかいといった印象を受けました。それに対してアップグレードモデルは金属グリップなのでちょっと硬い感じはしますね。どうしても金属グリップは、強い力で長時間握っていると疲れてしまうので、あまり力を入れすぎないようにして書くのをお勧めします。持ちやすさという観点から見ると、自分はノーマルモデルの方が手に優しくて優れているかなと思いました。続いて書き心地の比較をしていこうと思います。まずクルトガ特有のガタつきについて比較をしていきます。個体差もあるとは思いますが、若干アップグレードモデルの方が左右のガタつきが少ないかなと思っていて、そういう理由から書き味はアップグレードモデルの方が好きかなといった感じです。ノーマルモデルは全体的に樹脂で作られたペンとなっていて、なおかつクルトガエンジンの沈み込みのために結構柔らかめな書き味となっています。アップグレードモデルはグリップに金属が使われているので、少ししっかりとした書き味となっています。自分は野原工芸のペンとか、あとロットリング600のようなダイレクトに伝わる書き味のペンが好きなので、そういう観点から考えるとアップグレードモデルの方が書き味は好みかなと思います。続いてはペン先の視界について見ていこうと思います。口金の形状が大きく違うので、アップグレードモデルの方が短いように見えますが、実はどちらも同じ長さとなっています。アドバンスのノーマルモデルは互換性はありませんが、クルトガのローレットモデルとかなり似た外見となっています。結構スラッとした形状でスマートな印象を受けて、視界もとてもいいんですけれども、ツヤがあるシルバーなので、完全にマットなアップグレードモデルと比べると気が散りやすいかなと思います。アップグレードモデルはしっかりとマットな口金となっているので、筆記に集中することができます。曲線的な形状はとても自然で、視界も十分いいので、ペン先の視界についてはアップグレードモデルの方が優れているかなといった印象です。最後にペンに最も重要な書きやすさについて見ていこうと思います。まず重さについてですが、ノーマルは 12.3g、 そしてアップグレードは 15.9g となっています。 3.6g アップグレードの方が重いんですけれども、持ってみると低重心なおかげでアップグレードの方が軽く感じました。それほど重心バランスっていうのは大事だなと思っていて、低重心ならば重たくてもあんまり重さを感じずにストレスなく書くことができます。なのでどちらも比較的軽くて非常に書きやすいペンなんですけれども、視界の良さとか重心のバランスを考慮するとアップグレードモデルの方が書きやすいなと思いました。本当にスラスラと書けますし、 0.5mm でありながらしっかりと尖ってくれて、細かい字も書くことができるということで、アップグレードモデルは1000円とちょっと高いんですけれども、学生にかなりお勧めできるシャープペンかなと思います。
ただこれまでのクルトガのガタつきが全然気にならないよっていう方はおすすめできるかなと思いますが、少しガタつきが大きく感じるので、これまでのが苦手っていう方はやめた方がいいかなと思いました。ということで今日はクルトガアドバンスのノーマルとアップグレードモデルの比較でした。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いします。限定色とかの情報もありましたらコメントしていただけるとありがたいです。サブチャンネルの方では、作業用動画を投稿しまくっているので、作業用動画で一緒に勉強したいよって方はぜひそちらの方もチャンネル登録お願いいたします。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。